テケランドジョンです。今回はね、日本最強の15人集めたら世界一取れる説の8月シーズン Day1 やっていきたいと思います。今日はね、ちょっと伝えたいことが2つありまして、1つ目がね、簡単に森尾さんが帰ってきましたよってことを、それについてはね、ちょっと後で話したいんですけども、もう一つはこの企画にあなたも参加できるかもしれませんよということですね。現在この企画って1位、2位の人をイベントでまた1対1で戦わせるみたいなことやってて、で逆に14位、15位の方って入れ替え戦をやってもらってるわけなんですよ。その入れ替え戦ってね、今まで僕が選んでたんですけど、そのうちの1枠をちょっと視聴者募集かつ、Twitter とかでもね、募集しつつ、集まった人の中からね、1人をね、対戦なりなんなりかで決めて、入れ替え戦挑んでもらおうかなと思ってまして、概要欄の方にね、応募フォーム貼っておくので、ぜひそちらの方から参加ください。詳しくはまた最後にもちょっとだけ話そうかなと思います。はい。というわけでね、早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。こちらの配置ですね。見た瞬間に、カモ村見つけましたということでね、突っ込んだわけなんですけども、こちらですね。クランジョとモノリスがかなり近いんですけど、これね、援軍出ないようにインビジブルで隠してあげると、クランジョを隠しからね、援軍が出てこないという形を作ることができます。で、シューターの方にね、アーチャー行ったとか言って、ちょっと見失って、あれどこ行ったと思ってたらね、大変なことになってましたと。で、キングに対して、ちょっとクロークがね、出てしまうというところで、キングね、届かない想定だったんですけど、僕。後で当たるのかなと思ってたら、ちょっと目離した隙にキング来ててね、黒く吐かされて、ちょっとこれ嫌ですね。ただ、援軍処理をね、しなくていいというところで、そうか、ポイズン持ってこなくてよかったね、これね。普通のね、編成のまま通りしちゃったので。で、このボーラーカットで、対空砲を削っていきつつ、ちょっとクローク入っちゃったんでね、嫌ですね、この火力の高さ。で、逆サイドをキングで拾いつつ、ホーミングチェック入れて、ウォールブレーカーつけて、あとは下からスーパーホグという流れになります。これもね、フリーズも残り1枚しかないので、この辺どう裁くかを考えてましたが、さすがにシングルインフェルノに打つしかないですね。で、下からスーパーホグ展開。これポイズン、フリーズかインビジブルかなんかだったらめっちゃ強かったな。だから、確かに援軍出てこないんだから、やる必要なかったね。ポイズン持ってくる必要なかったね。で、キングがね、大外をね、削ってくれつつ、クイーンのタゲを取ってくれたりとか、ウォールブレーカーとかうまいこと使えばね、あそこにも差し込めたんですけど、ちょっとね、ウォールブレーカー手元に残ってるのを見てもらえばわかる通り、ちょっとキングの使い方変えてるんで、ああいう形になってますね。ただ、スーパーホグの方と、クイヒークロック入ったとはいえね、いいルートで火力の高いところを突破できたので、なんとか前回取れたかなというところで、今回のアタックのあれは、最初のね、インビジブルを使ってモノリストクランジョを壊していくっていうところに、発想的に至ったら、めちゃめちゃ爆アドじゃないかっていうことに気づけるかどうかってことですね。さあ、レンさんは、スーパーアーチャーですね。この手のタイプの配置だと反対から行くことか横から行くことが多いんですけど、基本は反対からになりそうですね。スーパーアーチャーってやっぱ基本反対、びっくりした。ジャイシューターを置きつつ、おでん。これ真ん中から行くのかなとなると。でクロスまでは多分お出ひで見ていくと思います。シューターがね、こうなると対1クロスから結構攻撃もね、後々受けてきそうな感じもあるんで、こういうガーゴイル、美味しいですね。めちゃめちゃ美味しいですね、これ。どっちからでも現状入れるところになってますね。ただ、ウォールブレーカー1枚あるんで、それもどっちでもいけるな。ベビドラサイドカイト入って、これはさすがにここかなウォールブレーカー来ましたね。で、クイーンで引っ張って戻して、対1クラスのね、ターゲットとかを内側で拾っていく必要もあるので、後々結局迫撃砲は受けますが、サイドカットとしての意味合いですかね。防衛クイーンがなかなかいい位置で、美味しく処理ができますね。これ、ギリギリの位置でしたが。さあ、タイタン内側入ってって、ここでレイジかけつつのトム。援軍処理もしつつ、タンク役ね、いないんでね、タイタンぐらいしか。キングも外だし。アーチャーはね、結構、HP が低いんでね、タンクをしてくれる人が欲しいというところで。スケルトンの呪文を置いて、キングだったりモノリスのターゲットを取ってもらうような形を取って、タウンホールまで届きましたね。レイジを置きつつ、インビジブルでヒーラーも守りつつ、シューターがこれ剥き出しになったので、ここで割れていきますが、キングと合流していくような流れですね。
スーパーアーチャーはね、たびたびこうして射程が長すぎてついてこれないということがあります。独自の道を走ってますが、クイーンの方はクローク打ちつつ、ロイヤルチャンピオンをキングに合わせて展開していきます。これは両サイド広がるような形になりましたね。中心の方はクイーンが届きましたが、おーっと、ここでヒーラーがついたことでワンチャン伸びそうですが、ここでまたスーパーアーチャーにスライド。プリズムね、1枚あるのと、配置クロスボウ結局残ってますね、こいつね。ガーゴイル飛ばしとくか。キング来ましたね。変なスライドみたいな動きしてた。さあ、ここ外周部をぶっ飛ばすために、ロイちゃんの能力を使いつつ、宝石のタゲも入ってるんですけど、ヒーラーついてることで普通になんなり突破していきましたね。フリーズは余りつつ、スーパーアーチャーの射程の長さっていうところを活かしての展開でした。天才とかと違って結構呪文をね、持つことが多いので、こうして、ルートさえしっかり取れれば生き残らせることができますね。さあ、リュウダ君、クイラバ。今のね、ちょっと対戦相手の名前がね、シカリキングだったんですけど、どこだったっけ？ ITP とか、最近の なんちゃらゲーミング系のね、ちょっと強いクランでしたね、対戦相手。ここはスニゴブ2回入れて、ダクエリポンプをね、削りつつ、クイヒーの方を6時から。この後、ウォールブレーカーをね、呪文ターンのところにつけていく形に。結構ね、流れとしては、リターン型のクイヒーに近いようなね、形で始まりつつ、3時の方をキングスと、リクウォーデンでやってきますね。ドランチャーまでつけつつ、いいタイミングでロイちゃん追加してトームを合わせていくって流れですね。ストライカーも入れつつ一気のトーム。援軍に当たるので、ここはクイーンの方、しっかりレイジかけつつだったんですけど、クロークが出てしまう。結構リクウォーデン型ね、これがね、思ってるよりもね、忙しいんですよね。このリックパート展開してるときって忙しいんですよね。ちょっとランチャーの角度的にどうだったんだろうな、これ。内側のクロスボウ削っ残るはずのクロスボウのケアみたいな角度で投げた。角度的にはね、中心部だったりに当たらない角度だったので、タウンホールまで食い火で落とすことができて、これで3時の方を削れる合わせとしてキング単体、キングロイちゃんやるよりはリクオーデンまでつけちゃった方が美味しいなって形ですかね。その理由としてね、もう何度も言ってるんですけど、リクオーデン型をする上でやっていい時の条件の一つにね、ヒーロー処理ができてるかどうかですね。ヒーローパート、クイヒーパートで相手の援軍を、ヒーローをね、潰せるかどうかってとこですね。クイーンとロイちゃんですね。そうすると、スラパート、ウォーデンなしで、ラバルが組めるんですよ。ウォーデンいないね、ラバルでね、ロイヤルチャンピオンとクイーンの処理をするのね、なかなかしんどかったり、プラン的にちょっと無理があったりする場合が多いので、ただ今回はね、バルーンもしっかり残しつつ、クイヒーの方もね、出して、ナイス全開。結構この手の配置、こういうやり方できることありそうですね。これは非常に良かったですね。ニャラメもクイヒーラバル。ニャラメとリュウタ君はね、基本的にはクイラバやってるイメージはありますね。さあ、ウォールブレーカーつけて、ウォールブレーカーつけて、2つ開けていきました。どっちに入ってもいいとかそういうイメージなのかな。これ、レイジがギリギリまで、ストライカー2体で対応ですね。1体ではちょっと間に合わなそうと判断したところですかね。シューターのルートがめちゃくちゃいいですね、これ。いいスニゴブ。外周部を削りつつ、テスラのチェックにもなりますね。で、マルチ IT1 本折りつつ、反対サイド。ここは火力が高いので。レイジはね、やっぱ貯めていくものという形なので、なかなか、ブロック出ちゃう人がやっぱ多くなるし、そこがね、クイヒーの難しいところの一つでもありますよね。さあ、援軍処理しつつ、パピーに合わせて、ガゴとアーチャー付け足して、キングの方もちょっと火力高いとこ入ってますね。ここは特に何もせずフィストでわーっていって、外周部削りかな。ここにロイちゃん合わせていきます。
食い火のルートはね、黒く入ったとはいえかなりいいとこ入れてますね。シューターも非常にいいので、このままずっと進みそうです。フリーズが2発、インビジブル1発、ロイちゃんの方もここは使わなくても突破はできそうなので、ラバルはタウンホールの方、マルチ IT とね、タウンホール、フリーズかけたい場所が残ってるので、フリーズ温存ですね。こロークあるとね、こういうとこ強いんですけど、フリーズかけて守りつつ、インブクイーン打ってもう一回フリーズ打つか、ここレイジトーム行くかな。レイジトーム行ってクイーンの方はこれ打てるか。さすがに打てない。インブはロイちゃんに打ちましたね。シューターがただもう下が爆伸び中で、シューターのダメージでクイーン処理ができるまである。HP はだいぶ持ってけてますね。で、こういうね、ボックス陣のタウンラバルする上でなんですけど、タウンホールでバルーンは潰れるものと考えて、残ったところにヘイストバルーンを合わせるのがね、クイラバの結構流行りの取り方になってますかね。クイラバ、タウンラバルするときの。通常のラバルもそういうやり方が多いんですけど、さあ、ユニットも残しつつナイス展開です。さあ、来ました、森尾さん。リターン型のエレクトロタイタンですかね。森尾さんはね、ちょっとしばらく、いなくなってたっていうところで、注目度も上がってたところだったんですけど、良かったですね。帰ってきたというところで。どっちが先に上がってるかわかんないんですけど、1v1 の方にね、スタドラと森尾さんのね、対戦も組みまして、その時にね、ちょっとインタビューとかでも軽く聞こうかなとは思ってるので、直接ね、聞きたい方はそちらの方を見ていただいてって形ですが、ちょっと、どこまで僕の口から言っていいのかよくわかんないんですし、現状ね、すべて把握してるわけではないんですが、いろいろあって、ちょっと、いなくなってた空間が、空白の時間がありまして、それがね、結構、他のメンバーとかにも、ナビのメンバーとかにもね、伝えてなかったっていうところで、いなくなっちゃったって形で、ナビはまた急遽新メンバー探したり、僕が対戦出たりとかそういうことがあって、で、まだ発表されてないですが、ツイッターの方でね、ちょっとボロボロ出てるところで、MSE スポーツのね、シンセがね、新しく入るみたいですね。シンセも直接ツイッターで自分で言っちゃってたし、結構出てるからもういいのかなっていうところで。ただ、クラッシュマスターズの方はね、ベルナウに入ってもらってましたね。その辺の動画もまた上がる予定なんですけども。クラッシュマスターズは、シンセがまだ MSE スポーツで最終大会としてやっていきたいみたいな感じだったので、合流することはなく、ベルナウが代わりに入ってくれてるっていう形ですかね。で、森尾さんに関してなんですけど、GS に、クラクラ自体をね、やめるようなことではなかったみたいなので、GS に入りましたね。スタドラと結構仲がいいみたいで、スタドラもね、GS に最近入ったんですが、それに合わせてというか、という感じですかね。他の動画でも言ったんですけどね、これでね、クラッシュ、チャスマック EA と GS とナビということでね、日本トップ3クランに所属したことがあるというね、唯一のプレイヤーになりましたね。めちゃめちゃ、じゃないか。一瞬スタドラもかと思ったけど、スタドラは違いますね。プレイに関する話は一切してないんですけど、レイジとインビジブルを1枚ずつ残しての余裕の全開になってますね。森尾さん自身ね、結構、そんなになんかクラクラ内で不満を抱えてたとかそういうことではなく、ちょっとね、リアルの関係の話だったので、そういうことがありましたよっていうことですね。ひろやさん、これは、なんとね、久しぶりの突ウィズラバルになってきます。ラバからの突撃艦出していって、しっかりバルーンでね、アーチャーター刺して、突撃艦ダメージも入らないようにしつつ、ダメージを与えていくというところ。ここがね、落としていく場所が、巨爆スペースがないというところで、突撃艦の仕様が変わった上で、インビジブルタワーが今発動しかけてたんですけど、絶妙なフリーズ。さあ、非常に素晴らしいですね。タイミングもバッチリ、モノリス帰ってきて、強い突ウィズができてますね。久しぶりに見たな、突ウィズラバレ。強っ。配置を選べばね、こうしてまだまだできるっていうところで、巨爆が見えたので、ちょっと貯めていきつつ。クランジョはもう完全に真逆にあるので、
援軍関係ないスーサイドを組めるっていう意味でもいいですね。援軍を釣っていくか、こうして真逆のところでやっていくか、援軍近いところでヒーローで滝が取れるかみたいなね、いろんな選択肢があるんですけど、ヒーローがね、援軍被らないとヒーローパートは伸びますね、当たり前だけど。その分ね、空で処理しなきゃいけなくなってくるので、その辺の管理をどうやっていくかみたいなところは難しいところの一つであります。さあ、絶妙なアイスゴーレム、完璧か。からのナイスフィスト。タイミングバッチリですね。ここはラバハウンドで防衛援軍のタギが取れるというところで、今回はしっかりと援軍処理ができると3段があるので、そういうルート取りですね。なんかスーパーバーバリアン出てきた。援軍からスーパーバーバリアン出てきましたね。さあ、ここはトーム。スパガゴってね、意外とね、ポイズン打つ場所難しいですよね。ちょっと今回も外れてしまってますが。ちょっとね、気持ちより手前に置く手つけないと、こうして、スパガゴの攻撃が終わった後前出てくるんで、こいつら。ネクロとかもね、気をつけなきゃいけないユニットの一つ。あいつら、影取り直すからな。召喚のたびに影を取り直すので、ずれちゃうんだよね、防衛軍。さあ、フリーズも余りつつ、ロイヤルチャンピオン、クイーンの方も能力残して、久しぶりですね、トッツビズラバル。めちゃめちゃいい展開。配置を選んでこうして刺さる戦術をさせるっていうのはね、非常にいいかなと思います。あいつ展開。ああ、そうっす。さあ、ガック。お、スーパーボーラーヘンスでポイズン積んでますね。さあ、シューターとホグで12時。おー、テスラもしっかり見えつつ。下から食い火始まってますね。火力低いのと援軍処理ができるっていうところですかね。さあ、ここから援軍が当たっていって、アイスゴーレム編成、ポイズン起きつつ。バルーン強。反対サイドをベビドラできることで、クイーンに戻ってきてほしいという。シューター強いな。クイーンは戻ってきてくれました。ここからウォーデン追加していって、ホーミングチェックのバルーンも追加。迫撃砲を切ると戻ってくるような形になっていて、非常にいいですね。やりたかったルートができてるかなと思います。回廊人に関してはね、スーパーボーラーが刺さりやすいので、比較的やりやすいって前にも言ってましたが。これ、ポイズンリザードも一緒に動いてくれるのめちゃめちゃ強いですね。イエティとキングで9時の方を見つつ、中心部にスーパーボーラー、ジャンプ入り、レイジまで乗っけて、ここ合流早くしてほしいので、レイジをつけて。ヒーラー前にやっていきたい。ちょっとクランジョが HP 高いので。ここから合流ですね。レイジもかけつつ、いいトーム、シングル IT 捕まりつつ、ちょっとヒーラーがなかなかスライドしないので、スーパーボーラーの方もね、HP ちょっと管理するの難しいということで、早めに打ち切りましたね。で、このトーム中にシングル IT 折れるのをしっかり把握して、タウンホールだけにフリーズをかけて、クイーンの方はね、特に何もせず、マックス火力出てたんですけど、ヒーラーは結局クイヒーから離れないので、クイヒーとして進めていきます。中心部はね、もうこうして入っちゃって、タウンポイズンも受けつつなので、むしろ外周部回ってくれた方がやりやすいかな。ロイちゃんポイズン受けたくないんですけど、タウンポイズンギリギリの距離感危ない。浴びることはなく。そして流れたネクロとイエティたちが外周部も削ってくれて、ちょっとロイちゃん的にはね、厳しくなるところだったんですけど、内側入って、外周部のユニットがターゲット取ってくれたので、内側からのタゲのみで耐えきれましたね。ナイス全開。ゴーソス。ホッサン61天才の天才ラバルですが、打てそうなのは3時ぐらいかな。ここになりそうですね、多分。ここでしょ、3時でしょ。3時ですね、さすがに。いいですね。キング、イーグル、クイーン、投石、ランチャーは使わずに突撃艦に切り替えましたね。なるほど。ってなるとタウンラバルじゃなさそうですね。
フォームのバリューとしてでかいのが9時の方で、マルチ IT2 個と投石区画、ここを一気に突撃艦も添えて初手トームでぶっ飛ばして突撃艦でタウンケアみたいな使い方になってくるんじゃないかなという形ですね。最近結構星さんがね、対戦の方だったり、このクランリーグだったり、なんかいろんな、対戦の方が主か。っていうところで、レジェンドちょっとわかんないんですけど、ウッドランチャー型じゃない天才ラバルを結構やってるような印象がありますね。意図的にやってるのか、シンプルに配置としてウッドランチャーが刺さる配置が減ってきたっていうところで、こういうね、ランチャーが刺さんない配置も取れるようになっていかなきゃいけないですからね。対策、流行りすぎて対策されすぎたみたいなところはあると思うんで。さあ、ここ一機のレイジトームの、ヘイストトームの初手トームで、この投石マルチ IT のとこ突破していきつつ、突撃艦もしっかりタウンホール合わせて、バックアドですね。これやっていいことの裏にね、タウンホールの裏の方にインフェルノタワーとかも一切なく、対地クロスボウですよね。めちゃめちゃ美味しい。単体の防衛施設になってるので、裏からつけたバルーン、ラバルのみでね、担当ができるっていうところ。3時の方もラバル付け足して。いや、強いな。で、スケルトンの呪文でロイちゃん生かして真ん中貫通させていったら、圧倒的全開の出来上がりと。いやー、天才ラバルやろうってなったらやっぱ、ウッドランチャーで考えちゃいますよね。いい全開。配置が結構対策陣っていうところもあって、今回はこういうやり方で取ってきましたね。さあ、最終アタックで資産61の天才ラバルですね。ウォールブレーカーがないところで、バルーンとかすごい量になってますね。さあ、天才の方は内側のマルチ IT と対地クロスボウのとこ。天才ラバルでよく撃たれるようなポジショニングですね。今回もウッドランチャー型ではなく突撃艦を使っていくようなやり方で、あれかな。セリーニョとかがよくやってくるような、クラッシュチャンプスがね、得意な形のラバルをするんじゃないかな。天才からのクイヒーラバル。天才でね、ルートカットかつ、普通に火力を落としてっていうこと。非常に美味しい天才をぶち込んでいって。実際のアタックはね、もう事前に見てたんですけど、このホグいいですね。援軍釣り出して。外周部。レイジね、数が少なくなってるんで、援軍処理であんまり火力の高いところでやりたくないっていうところで、こうやって援軍の釣り出しみたいなところは非常に大事ですね。で、ここから3時じゃないや、9時の方からね、ラバルをかましていくわけですね。で、今回もさっきの星さんのように、突撃艦をタウンホールに合わせて、タウンホールケアをやっていくような形。で、レイジーイエティをするんで、実質ね、空飛に使える呪文っていうのは、レイジ1枚になってきます。はい、ここ1機のバルーンからの、ストライカー突撃艦の1機のトームですね。はい。テスラとかも結構出てきたことによって、ちょっとバルーンの進行も悪くなり、ヘイストしっかりここ持ってきてるの偉いですね。テスラが出て、時間届くの遅くなってしまうようなところもしっかりケアしつつ。で、今回これのね、刺さるポイントはね、タウンホール突破した後、タウンホール裏にね、単体の防衛施設しかないっていうところ。さっきの星さんもそうなんですけど、フォームを使い切っており、オーデンがつかないバルーンルートが、やっぱマルチインフェルノとかあると、しんどいんですよね。そういったところが、しんどくても大丈夫なね、配置に対してやっているっていうところですね。で、3時の方はキングを合わせて、まだロイヤルチャンピオン使ってないので、ここジャイロイちゃんで挟み込んでフィニッシュ。元々のプラン通りの場所に投げてる形かなと思います、これは。クイーンの方もグローク破って壁を殴って、中心突破しつつ、ロイヤルチャンピオンブーメランを残して全開です。非常にいいですね。デッサンはね、これが僕は2月目かな、クランリーグ一緒にやるのは。うまいっすね。噂程度にしかね、聞いたことなかったんですけど、実際にね、プレイ見てみて、めちゃめちゃうまいなって思いました。ナイス全開。さす。はい、というわけでね、終わりまして、初日は39対37と、序盤の方にもね、行ったんですけど、対戦相手もちょっと強いクランで、ほんのり見ていくとね、ちょっとね、うちのリーグは結構強そうですね。そうなるとね、冒頭でも言ったように、入れ替え戦っていうところがね、出てきそうになるので、詳しくはね、概要欄の方の応募フォームからね、確認ください。集まった人数とか、いろんなことを加味して、どういう
書類選考みたいな感じでね、ちょっと人が多かったらその時点でごめんなさいしてしまうかもしれません。やっぱりね、自分としても実力知ってる人とかの方がね、あれだし。まあでも予選は組むようにはします。1人しか来なかったら、その方決定になりますが、極端な話100人とか来たらね、ちょっと期間内にね、見れると全員をね、見れるわけもなく、1人に決めなきゃいけないっていうところで、人数に合わせて予選を組んで、そこを勝ち上がった方にまた入れ替え戦挑んでいただくみたいな形を取りたいと思います。はい。視聴者の方っていうか、ね、ゴリゴリのガチ勢の方とかにもね、むしろね、そういう方がね、僕としては嬉しいので、誰にでもチャンスがある。扉を開きましたよという形です。実際ね、出てみたいっていう声もね、あったし、俺を出してくれって言ってる人もね、いたからね、ぜひ参加していただけると嬉しいです。はい。というわけでね、今回こんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、お願いします。またのしょう。さよなら。